ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？今日はとっておきの展覧会をご紹介したいと思います。そして何度もリピートしたくなる、しかもパリで愛されてきた日本ブランドが手掛けるサロンドテにもご一緒いたしましょう。美しいもの、おいしいものをどうぞ心ゆくまでお楽しみください。今年2026年はクロード・モネ没後100周年という記念の年です。今年春に日本で発売になった雑誌クレア・トラベラー。この中で私はモネの作品を堪能できるパリの美術館のページを担当いたしました。美しい写真を撮影してくださったのは小野裕二さん。私は記事の執筆を担当しました。今回この動画でご紹介するマルモッタン・モネ美術館は世界最大のモネコレクションを有する美術館です。とりわけ印象派という名前の由来となったモネの作品、印象日の出があることがこの美術館を特別な存在にしています。展示室にはモネの初期から最晩年までの作品が並んでいて、まるで彼の人生をたどるような気持ちになれる空間なんです。取材で訪れたのは2月のことでした。その時、この美術館のサロンにはレオン・モネの肖像画が掲げられていました。クロード・モネが兄のレオンを描いたもので、2024年にレオンの孫娘のご遺族から寄贈されたものです。このようにこの美術館のコレクションはどんどん充実度を増しています。そして今ここで特別展が開かれているんです。ジョバンニ・セガンティーニ展 Je veux voir mes montagnes。 私の山々が見たい。私はプレス内覧会に伺いました。美術史家ガブリエラ・ベッリさん、そしてセガンティーニのひ孫にあたるディアナ・セガンティーニさんがひいおじいさまの作品の前に立ち、その生涯と芸術について語る姿はとても感動的でした。展覧会の構成はミラノの平原からスイスのエンガディン地方の山々へと標高を上げながら彼が生き制作した軌跡をたどるものです。エンガディンという場所、私にも思い出があります。2019年7月のことでした。雑誌の取材旅行のためにサンモリッツを訪れた私はケーブル鉄道に乗って山の上へと登りました。たどり着いたのはムオタス・ムラーユ、標高2456メートル、湖が連なりアルプスの峰々が見える。雨上がりに大きな虹が現れた時には思わず声が出てしまいました。この旅の間にセガンティーニという名前を耳にはしたのですが、私はこの画家のことをほとんど知らずにいました。
それが今回こうしてパリで彼の作品に対面することが叶う、ありがたいご縁だなと思います。ジョバンニ・セガンティーニは1858年、北イタリアのアルコという小さな町に生まれました。その生涯は波乱に満ちたものでした。7歳で母を亡くし、ミラノの親族のもとに預けられますが、戸籍には登録されなかったために無国籍者として扱われ、更生施設に入れられたこともある。そんな境遇の中で彼は絵の才能によって人生を切り開いていきました。これはまるで彼が幼い時の自分を描いているかのよう。ディアナさんはそのように言いました。不良少年のような風貌をしていますね。けれどもなんとも自信に満ちた表情です。と。ディアナさんはこの絵の中に描かれている赤ちゃんを示してこう言いました。これは私の祖父なんです。繭の収穫。この絵は彼の初期に描かれたものですが、すでに光の巨匠であったことが見て取れます。ディアナさんはこのようにも語りました。7歳で母を亡くしたことは彼の生涯のトラウマになりました。後の作品に見られる母性への崇拝にも近い表現はそこに起因しています。これらの絵画を見ていて、フランスの画家ミレーを連想された方もいらっしゃるのではないでしょうか。セガンティーニは実際にフランスを訪れることはなかったようですが、当時のフランスの新しい絵画の流れを把握していたようで影響を受けています。彼はアルプスの山の上へ上へと向かう長い旅を始めます。この辺りは標高1200メートルのサフォニンに暮らしていた時に描かれたもの。雪に覆われたサフォニンの村。絵画そのものがまばゆい光を放っているように見えます。ピュアな色を細い線でキャンバスに並べていくという新しい技法、分割画法。それによって作品に輝きと独特の質感が生まれています。人間の網膜の上で色が混ざる。光がまるで振動しているような輝きと言えるでしょうか。この2枚の絵が並んだところ、今回の展覧会の見どころの一つです。アルプスの真昼、同じタイトルで2枚の絵があるんです。右の1枚は1891年の作品、サンモリッツのセガンティーニ美術館の所蔵品です。そして左のもう1枚、これは1892年の作品、日本の
大原美術館が所蔵しています。この絵画は1922年、日本人実業家の大原孫三郎がベルンで購入したものだそうです。そして彼が1930年に倉敷に創設した美術館、大原美術館のコレクションの一部となりました。これらの絵画でモデルとなっているのは、14歳でセガンティーニ家にお手伝いさんとして入ったバーバラ・ウッフェルさん。羊と子牛たちに囲まれ、山の女性そのものを体現しているようですよね。私はこの展覧会のセノグラフィーはとても気に入りました。都市に暮らしていた時代のコーナーでは、少し重たい色のトーンで会場が彩られて、標高が上がるにつれてアルプスの空を思わせる色へと変わってゆき、最後のセクションでは金色の光の中に溶け込んでゆくような空間設計になっているんです。会場にはソファーも設置されているのですが、それがまるでアルプスの山にあるような大きな石を思わせる粋ですよね。ベイティさんの言葉がとても興味深かったです。彼は強いアニミズム、精霊信仰的な傾向を持っていて、木々も岩も山もすべてのものに魂が宿っていると考えていました。私はそれを聞いたとき、納得するものがありました。その考えは私たち日本人にとってもごく自然なものです。少なくとも私にとっては深く共感できるところがあると思いました。セガンティーニの絵は自然を写実的に表したもののように見えますが、実のところそうではなかったのだそうです。例えばカンディンスキーはその著書の中で、セガンティーニを最も抽象的な画家の一人と呼んだそうです。ディアナさんの言葉も印象的でした。私が2011年にバイエラー財団でキュレーターを務めていた際に発見したことですが、彼は山で写真を撮り、それを切り抜いて自分の望む風景になるようにキャンバス上で再構成していました。キャンバスの白さは目が痛くなると言って、まずテラロッサ、赤土色を塗っていったそうです。この赤い下地が彼の作品に輝きと深みを与えている。私はまるで織物のようだと思いました。アルベルト・ジャコメッティの父ジョバンニ・ジャコメッティはセガンティーニの弟子だったそうです。この作品はセガンティーニが描き始め、彼が41歳で急死した後にジョバンニ・ジャコメッティが完成させたものだそうです。最後のセクション。1900年のパリ万国博覧会のためにセガンティーニは壮大な計画を持っていました。エンガディン地方のパノラマを描いた円形のパビリオンを建て、観客が360度アルプスの風景に包まれるというものでした。けれども
その計画は縮小され、代わりに生まれたのが3連の祭壇画。その作品は移動が困難なために、この展覧会には展示されていませんが、下絵がここで見られます。その真ん中のパネルを完成させるために、彼は1899年の夏、標高2731メートルのシャフベルグ山にラバと三日月妊婦を連れて登りました。そして9月28日、彼は急性腹膜炎に倒れます。息子のマリオが山を駆け下りて医師を呼びに行きましたが、救うことができませんでした。私の山々が見たい。それがセガンティーニの最後の言葉でした。パリで作品を展示することを夢見ていた。それが没後126年を経ってこのパリの美術館に届いた。この展覧会にはそんな物語があります。2026年8月16日まで開催されています。この期間にパリにいらっしゃる方はぜひ足を運んでみてくださいませ。帰り道、ラミュエット駅を目指していました。時計を見るともうお昼の時間に差し掛かっています。道理でお腹が空いているわけです。この近くにあるサロンドテに寄ってみようと思いました。確かこの辺りにあったはず。あ、そうです。ここですね。山崎。日本人ならまずご存知の山崎パンが営むお店がここにあるんです。このパリのお店は1988年からあると言いますから、今年で38年。長きにわたってパリ、しかもこの高級住宅地の界隈で地元の方々に愛されているんです。私自身はここを訪れるのは数年ぶりのことなんですが、内装が随分美しくなっていて、しかも品揃えもよりグレードアップしている。イートインのスペースも心地よさそうと感じました。ここでランチにしようと思います。この品揃えはまるで日本にいるみたい。いかにも日本のサンドイッチでしょ。迷いに迷った挙句、私はこれをチョイスしました。日本のサンドイッチ、そしておにぎり。日本の方にはすっかりおなじみですけれど、このように海苔がパリッパリのまま食べられるおにぎりの仕組み、パリの方には新鮮なのではないでしょうか。おにぎりの具材はその日によっていろいろとアレンジされているようですが、この日は牛肉の甘辛煮、ボリューム感といい、お味のバランスといい、さすが日本のブランドという感じです。こちらのお店の看板バリスタ、ラファエルさん。こちらのお店には常連さんが多くて、朝昼午後と1日3回通ってこられるご近所のマダムもいらっしゃるくらいなのだそうです。
そのような常連さんが来店されると、ラファエルさんはあうんの呼吸で飲み物を用意する。素晴らしいですよね。そしてデザートには、このお店に入った瞬間から決めていたショートケーキをいただきたいと思います。このお店でのネーミングは祭り。このケーキ、甘みが抑えられていて、食感もとても優しいので、全く重さを感じずに最後まで美味しくいただけました。さすがの私も、もうかなりお腹いっぱいになりました。ですが、目は他のものも欲しがっています。このシュークリームのシリーズですとか、こちらの雪というシリーズがすごく魅力的ですよね。パリのこの界隈で38年も愛されるお店の魅力、それはこのスタッフの皆さんのお人柄から来るところが大きいのではと感じました。この動画の締めくくりにテイクアウトしてきたものをお披露目しますね。こちらです。まずは雪娘という名前がついていたこちらのスイーツ。繊細なお餅の膜の中には抹茶のクレームシャンティーとあんこが入っていました。そしてもう一つ、こちらはシュークリーム。私はラムキャラメルというお店の人気フレーバーの一つを選びました。ラム酒の香りがカスタードクリームの甘さを大人っぽく包み込んでくれる感じ。小ぶりに見えるかもしれませんが、かなり食べ応えのあるシュークリーム。嬉しいスイーツだなと思います。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか？お楽しみいただけましたでしょうか？この動画が良かったと思われたら、ぜひ高評価をお願いいたします。また、チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お寄せいただくコメントがとても励みになっております。どうもありがとうございます。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。